カナリア諸島っていうね、7つの島からなる諸島に行こうと思っていて、皆さん事件です。事件です。事件です。自転車が出てこない。いらない。こんなトラブルいらない。すべて半分なくなっちゃってんのね。半分ぐらいが崩れちゃってて、彼らはもういろいろ考えるのが、どういう風にね、自転車乗り始めるか。ほら、ブエノスディアス。皆さんおはようございます。今日は今成田空港に来てます。ということはね、海外に出発する前なんだけど、ここに見ての通り、すずちゃんもいます。でね、今日の目的地は、俺初めて行く国で、スペインです。スペイン。ほら。スペインとは言ってもスペインじゃないみたいなところで、カナリア諸島っていうね、7つの島からなる諸島に行こうと思っていて、場所で言うとアフリカだね。アフリカ沖、モロッコの西側かなに浮かぶ7つの島からなる諸島で、なんでそこをね目的地にしたかっていうと、日本ではねほとんど知られてないと思うんだけど、ヨーロッパではワールドツアーの選手とかが冬の合宿地に選んだりする島だから、もちろん海抜ゼロから標高 2000m オーバーまで登れる山がいくつもある島々なんだよね。で、昔からねヒルクライムに訪れたくて、その島に思い切って行っちゃおうということで、今回はカナリア諸島に行きます。まずはマドリッドへ15時間半、やばい。でそこでトランジットして、2時間とか3時間かなで島に到着するということで、まずは15時間半のフライトを耐え抜いてマドリッド目指したいと思います。それでは行ってきます。じゃあね日本。さっきバイバイじゃないですか。アディオス。アディオス。はい、マドリッド着きました。今午後8時らしいけど、すげえ青空。やばい。さすが日が長い。15時間やばいわ。長い。こっちの景色はすごい綺麗だね。やばい。これやばいわ。なんかマドリッドってこんなとこなんだね。あとはトランジットしてもう一息。まだついてないから眠い。あと今日本時間2時3時。久々の時差だ。トランジットが1時間なくて、今だいぶハラハラしたけど、あと15分でもうフライトなんだけど、もうゲートまで多分数分だからなんとか乗れそうです。確実になってから。あそこだ。今乗り込んでるわ。K68。これを目指してね、こっからはねドメスティックのトランジットだから、一回入国とかあって、なんか入国手続きがすんなり進まない自動ゲートにちょっとやきもきしたりしながらなんとか到着。はい、ということでこれで68乗って間に合ったね。これであとは降りたらカナリアです。後ほどまた。この空港予想以上に大きい、グランカナリアラスパルナスという空港に着陸したんだけど、カナリア諸島は7つの島からなっていて、各島の間を飛ぶ飛行機も積極的に飛んでるっぽい。あとはバルセロナとかマラガとか、今見たところだとビルバオとかからの飛行機も来てて、だってこの荷物受け取りのベルトコンベアだけでめちゃくちゃいっぱいあるから、大きくても那覇の空港ぐらいかなと思ってたけど、それよりだいぶでかいっていうイメージがあるね。果たしてちゃんと出てくるか。皆さん事件です。事件です。事件です。自転車が出てこない。いらない。こんなトラブルいらない。なんだろう、あれ保安検査みたいな人がいて、東京からマドリッド経由で来たって言ったらね、フィニッシュって言ってた。自転車はどうなるのか必見です。Do you know the name of the hotel to the delivery? Yes. ロストバゲージのカウンター行って、ロストは確定して、明日の朝8時、カナリア諸島への1便でマドリッドから荷物は届くっていうことで、宿の場所も伝えて、荷物をね、送ってくれるみたいだから、今の移動は楽になったけど、明日着くのかね。で、これからバスに乗ります。東南アジアだったらさ、タクシー一発で乗るんだけど、ちょっと節約しようかなと思って。すごいね。だってさ、今さ、現地時間今もう12時。12時。バス走ってるみたいだもんね。そのぐらい多分ね、観光の島としてね、どんどん飛行機入ってきたり出たりしてるんだもんね。無事、バス停を発見して、12時37分に乗ります。来た、1番の。めっちゃ乗ってる。
ghosting får jag kanske aldrig. バス降りました。はい、あとは歩いて15分ぐらい。テケテケ行きます。今ね、深夜1時半なんだけどね、何この賑わい。今のところね、バスは満席だったんだけど、歩いてる人全然いない。お店も一軒もやってない。こういうのを見るとね、日本のコンビニとかね、東南アジアの夜の明るさはすげえなと思う。確かに。はい、ゆっくりめに起きて朝ごはん。すごい美味しそう。サンドイッチ。これなんと 2.8 ユーロってことであんまり高くない。ね、すーちゃんはアメリカーノ。俺はなんかボンボンっていうスペインのコーヒーなのかな。下にコンデンスミルクかね、これ。うん、コンデンスミルク書いてあったよね。で、上に多分エスプレッソ。やばいね。ベトナムだね、これ。そうだね。軽朝食。うまそう。はい、いただきます。ベトナムコーヒーです。ベトナムコーヒーだよね。うん、めっちゃ甘いエスプレッソ。これ目覚める。ほんのりあったかいサンドでね。そう。ちょっと温められてる。糖質されてる。ハムとゴーダチーズって書いてあったかな。このパンはサクサク系。フランスパンともちょっと違うかな。サクサクであるけど、なんか生地もしっかりしてる。むぎゅってしてる。詰まってる感じの。もう強い。フランスパンより重い。これパンとコーヒーで1人750円ぐらい。自転車届くまでやることがないから、とりあえず待ちたいと思います。はい。優雅な朝食食べながら。はい。ひどい。今、梱包を解いたというか、梱包を解く前に、輪行袋がね、なんか輪行袋から見えちゃいけないものが見えてた。穴が開きまくってて、いやもうすごいんだよ。まずこの STI がさ、もうなんか、なんつうの、擦れて、半分なくなっちゃってんのも。でも結構なるとさ、D がなくなってる、そう、すごい、ブレーあ、とりあえず。キ、もうブレーキ、ない、ヘッドがない。だって結構な部分削れてるよ、これ。ここが全部いってるもんね。このぐらい斜めに全部削れちゃった感じだね。マジこれどうしたらこうなるかわかんないんだけど。スプロケもね。そう、最初私見たときに、ここがなんかもう見えてて。ここが輪行袋の外に見えてたんだけど。1枚ないよね、もう。スプロケ1枚か2枚分。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、でもこれトップだね。トップの半分ぐらいが削れちゃってて、もうホイールもダメだよね。ヘッドがないもんね。ひどすぎないこれ。だってさ、これしかもこうやってたんでしょ？そう、しかもこれめちゃくちゃ熱い鍋つかみをね、かぶせてて、その上からさらに、もう一枚鍋つかみをかぶせてたんだけど、もう一枚かぶせた鍋つかみはどこ行っちゃったかな。多分中に。これでもね、ひどすぎる。いやー。どうする？この擦れてる側の輪行袋を下にして、ものすごい時間引きずったしか考えられないんだよね。そう。こことかもないんだよ。ね。持ち手かけるところ。で、多分出っ張ってたところが、全部なくなっちゃった。これはさすがにさ、ソフトケース、ハードケースの問題じゃなくてさ、こんなだって段ボールだったらさ、もう中身ないでしょ。空港に落っこちてるでしょ。やばいよ。やば。どうすればいいんだこれどうすればいいんだろうこれどうすればいいんだろうな。この近くに自転車屋さんあるんでしたっけ？自転車屋さんはあるね。STI は調達できそうだよ。STI 調達できそう。STI、貸しホイールとかあればさ、そうだね。後輪だけでいいからね。すごいよね。やばい。すごくないこれ。これがさ、半分なくなるとやばいよ、トップの。もう噛んじゃってるもんね。
笑うしかねえ。笑うしかないこれは。笑うしかねえわ本当に。えスプロケってこんなになるの？本当に。はい。ということで、今回もなかなか大変だけど、この先の方針を考えたいと思います。そう、これマジでどうしよう。どうしよう。まあでも、とりあえず、一ついいこととしては、その今までのプロチームとかさ、やってるから、そう自転車さんがいっぱいあるし、まあね、フレームが割れたよりは、もうちょいなんとかしようある気がすそうだね、部品だからね。そう調達はできるよ、多分。る。うん。お金かかるかもしれない。まあとりあえずちょっと、ちょっと考えるわ。はい。はい。ってことでまた後ほど。ひどい。これはひどい。やめてよ。これはひどい。この階段降りてね、下界の一番近くの自転車屋さんまで歩いて20分ぐらい。まずはこの階段まで200段くらいあるから。うん。まずは相談。ここでね、腰を下ろしてワインを飲んでるカップルがいたから。今ね、いつかしたい。そう。この自転車のベッドが立ったら。そう。そうじゃないのかああやって走れる日はいつなのか。I don't know. Race, but this is the race in Juárez, yes? Yes. We don't have. Ah, race. okay. No. なんだ。 Wow. No, but this was in the car. Maybe Yes, race. はい、自転車屋さんはめちゃめちゃ親切だったけど、まずね、デュラの STI の在庫がなかったっていうのが1点。で、あと、やっぱりホイールもハブ、スプロケじゃなくてハブも削れちゃってて、ホイールのこの軸も死んでるってことで、で、まあ、どんだけダメージいってるかもわかんないから、日本のよくしてる自転車屋さんに見てもらった方がいいよっていう、まあ、当然のアドバイスをもらって、この島ね、レンタサイクルが超充実してんだよ。今回の旅は全てレンタサイクルで賄って、全部保険請求すればいけるって言われた。そういうのかね。わかんない、本当に。いけたとしても相当な戦いが必要になる気がするけど、どうしようかな。で今、自転車屋さん兼レンタサイクルが充実してるお店を紹介してもらったっていう状況。3.4キロ。そう。で、タクシーで行って、タクシー代も全部請求しろっていう話になったけどね。今ね、タクシーで2軒目のお店来て、ここはね、とりあえず直せるかトライしてくれるみたいで、明日連絡するってことで一回バイク置いて帰ります。明日の連絡待つ感じかな、とりあえず。ということで今日できることはやったんで、待ちます。はい。はい。今2軒のお店をこの滞在してるラスパルマスっていう街で回って、めぼしいお店ね。2つともね、STI のデュラのレバーがない、在庫がないから、簡単に修理することはできないっていう状況で、しかもね、島っていうことがあるからかな。取り寄せると1ヶ月かかるらしいんだよね。どうしようかなっていう感じで、あとね、ホイールのこのアクセル軸もね、死んでるみたいで、これも在庫はなさそう。だから今一つ考えられるのは、もう一軒お店を紹介してもらったから、ここから結構離れてんだけど、そのお店にもし在庫があれば交換して、で足りないパーツ、例えば後輪が直らなかったとしたら、後輪だけ借りるみたいな手段が一つあるかな。で、もう一つはもうデュラのレバー諦めて、105かなんかのレバーを買ってっていう方法で、後輪は借りる。で、もう一つはレンタサイクルだね。丸ごと借りちゃう。ただ一番エントリーグレードのバイクを借りても、約1ヶ月借りることになるから、12万円ぐらい。で、もちろんね、ハイエンドを借りると40万円ぐらいになるのかな。っていうことで、どうするかっていうのをもうちょい考えて、今とりあえずね、もう一軒のお店の STI レバーとかの在庫の確認をしてもらってるところ、なかなか WhatsApp でね、返信返ってこないから、それをちょっと公園で時間潰しながら待ってるところ。いや、なかなかね、前途多難だね、これは。はい、ここね、今宿の屋上で、見てこの景色、すごい最高の天気と最高の風景なんだけど、この風景前にまだ1ミリも自転車走れてないわけなんだけど、さっき話したみたいに3軒目の自転車屋さんに今俺が必要なパーツ類は全部揃っていそうっていうのが、
電話と WhatsApp でやり取りして分かったんだけど、今ね、ちょうど祝日のタイミングらしくて、お店がね、明日からしばらくお休みになっちゃうっていうことで、あとメカニックの人がお休みになっちゃうとかね。で、今日木曜日なんだけど、金、土、日、月曜日、次お店で自転車見てもらえるのが月曜日っていうことで、ちょっとしばらく空いちゃうんだけど、自転車はね、なんとかなる目処が少し経ってきたから、このちょっとドタバタの第1回は、この辺で1回締めようと思います。で、しばらく自転車ないっていうことで、何かしら自転車を2日間ぐらい借りて、ちょっと繋いでから月曜日に修理に向かおうかなと思ってます。ということで、マジ疲れたわ。もういろいろ考えるのが、どうやって直すか、どうやって自転車借りるかとか、いろんな選択肢がある中で、どういう風にね、この旅を始めるか、自転車乗り始めるかっていうの。疲れたけど、一応方針決まったから、今日はゆっくり寝れそうです。ということで、バタバタ始まったカナリア諸島の旅、今回もね、動画のご視聴ありがとうございました。まだまだ旅は始まったばかりなんで、これからが本番、本当にカナリア諸島ってこういうところですっていうのをね、ぜひ見てもらいたいので、今後の旅も楽しみにしていてください。それでは今日も動画のご視聴ありがとうございました。また次回のカナリアの旅、ヒルクライムでお会いしましょう。さよなら。バイバイ。